はい、皆さん、こんにちは。有限会社 iTech インターナショナルシニアコンサルタントの細川です。品質工学による技術開発と題して、シリーズで、YouTube の配信をしております。今回がその2回目ということで、技術開発活動の全体像というタイトルで、お話をしていきます。よろしくお願いいたします。今回の内容ですが、まず前回の振り返りですね。次に技術開発活動の全体像、最後に技術開発の原動力という内容でお話をしていきます。まず前回の振り返りですけども、かつてはですね、横並び競争でも事業を成長させることができました。しかし、今の時代はですね、事業を成長させるためには、お客様の期待を超える製品を継続的に提供する必要があるというお話をしました。では、お客様の期待を超えるとはどういうことかについて、世界的に有名なカノモデルの3つの品質を使って、品質の定義を使ってお話をしました。そしてお客様の期待を超える製品、これを実現するためには、手法から技法、そして仕組みへと使う手段をステップアップしていく必要があるわけですね。そしてその手法の例として単回帰分析を取り上げまして、手法というのは、手順さえ間違えなければ、誰がやっても同じ結果が出る、正しい答えが得られる。一方、技法は、その例として、品質工学の代表的な技法である機能性評価を取り上げまして、ボールペンの目的機能とは何だろう。パッと出てこないわけですね。ボールペンのボイスオブカスタマーを代表する計測特性は何かと言われても、教科書には書いてない。自分で発想する必要があるわけですね。したがって、その発想の結果というのは、発想する技術者によって変わってくる。したがって正しい答えというのはもう存在しない。役立つ結果を得るのが、技法ですよというお話をしました。で、技法を最大限生かすのが仕組みですよと。仕組みの中に技法を位置づけていく。これによって、各技法の効果が最大限引き出される。で、じゃあ仕組みとは何かというと、各技法を融合した、あるいは単独の場合もありますけども、その PDSA のプロセスですよという話をしました。その例として、ロバストパラメータ設計を使った技術開発の仕組みについてお話をしました。その中でのロバストパラメータ設計の目的は、いわゆる改善とか最適化ではなくて、システム、あるいはサブシステムのトータル評価ですよと。トータル評価というのは、ロバストネスと性能の両立性を評価することという話をしましたね。で、ロバストパラメータ設計といわゆる一般的に言われているパラメータ設計。これは実験の構造は同じなんですけども、目的が違うと。パラメータ設計、一般的に言われているパラメータ設計の目的は、改善とか最適化が目的なんですね。ロバストパラメータ設計は目的が異なる。システムの評価が目的だと。こんな話を前回しました。それを受けまして今回はまずですね、技術開発活動の全体像についてお話をしていきます。定量データを扱う技術開発の活動には3つのパートがあります。1つがマネジメントパート、そしてアナリシスパート、そしてシンセシスパートと。まずマネジメントパートですけども、技術開発活動必ず目標設定はされます。で、その目標は、ボイスオブカスタマーを代用する計測特性 Y、これを定義することによって目標設定されるわけですね。この Y が物差しになるわけですね。その物差しに対して到達すべき水準が与えられる。ですね。これがまず目標設定。で、必ずノイズ因子が存在します。環境温度とか劣化とかですね。こういったノイズ因子の存在によって、この Y の値が変化変動ばらつくわけですね。それに対して Y の値の交差、あるいは許容差が与えられる。これも目標設定になるわけですね。で、もう一つ、この計測特性 Y の値を変える入力 M がもし存在すればですね、存在することが多いわけですけども、Y イコールベータ M というような入出力関係を定義することができるわけですね。例えば自動車の場合、
曲がるっていうのは重要な目的機能なわけですけども、その回転半径が y になるわけですが、その y を変えるものがハンドルを切る角度 m ですね。それが m ですね。で、ベータ係数が存在するわけですね。で、この y イコールベータ m の入出力関係がノイズ因子、例えば車に乗る人数とか路面の状態によって変化する。この変化量をできるだけ小さくしたいと。これが技術開発の目的になってくるわけです。で、こういったその目標設定、物差しとその到達レベル、水準ですね。これを決めるのは、技術者が勝手に決めるわけにはいかないので、これを決めるのは、マネジメントが関与していくということで、これをマネジメントパートというふうに呼んでいます。で、この計測特性 y の値、あるいはその y のばらつき、それをSN 比、イータで定量化したり、あるいは分散 V を使ったりするわけですね。あるいはたくさん複数のデータが取れた場合は、その平均値を使って代表値とするわけですが、これらを目的特性というふうに呼ぶとします。で、これら目的特性の値をゴールに向かって変えていく必要があるわけですけども、そのためには必ず何らかのシステム、あるいはサブシステムを選択考案して、そのサブシステムないしシステムを構成する制御因子の水準、例えば A が膜圧、A1 が100ナノメーター、A2 が200ナノメーターみたいに、その設計パラメータ、これを制御因子というわけですが、その水準を変えてあげる必要があるわけです。それで初めて計測特性 y の値とか、y のばらつきとか、そのばらつきを定量化する SN 比の値が変わっていくわけですね。で、この、システム、あるいはサブシステムを、選択考案、そして制御因子を取り上げる、こういった活動を、シンセシスパートというふうに呼んでいます。で、もう一つ重要なパートがアナリシスパートになるわけですね。で、何らかのシステム、あるいはサブシステムを構成する制御因子の水準を変えると、必ず何らかのメカニズムが働くわけです。そのメカニズムが働くことによって、計測特性 y の値とか、その y のばらつき量が変わっていく。そのメカニズムを記述するのが、例えば物性値とか分析値とかセンシングデータとかシミュレーションの中間特性なんですね。で、これらの因子を現象説明因子と、改善メカニズムを説明する因子という意味で現象説明因子 X というふうに名付けております。この現象説明因子というのは、結果系のもので、これ自体の水準を設定することはできませんが、制御因子の水準を変えることによって X の値が変化して、そして Y ないし Y のばらつき量が変化すると。こういう因果関係なんですね。左から右に因果関係が流れていくと。この因果関係、この3つのパートの間の因果関係を把握する、つまり丸1と丸2をやるのが、いわゆる定量データを扱う技術開発の全体像ということになります。この中で、マネジメントパートとシンセシスパートにある制御因子の因果関係を把握するのが、ロバストパラメータ設計と言えるわけですね。はい。次にですね、では、その技術開発の原動力についてお話をしていきたいと思います。で、この3つのパートの因果関係を把握する活動、これとても重要です。ただ、この因果関係を把握することだけで、果たして与えられた目標、ロバストネスと性能の目標を達成できるか、そこが重要になってくるわけですね。で、この3つのパートの因果関係を把握することで、取り上げたシステム、あるいはサブシステムの最適化ができます。あるいは制御因子と、現象説明因子、それと Y ないし SN 比の因果関係の把握、これは技術の蓄積になるわけですね。これとても大事です。ただ、多くの技術開発テーマではですね、既存のシステム、あるいはサブシステムとそれを構成する制御因子の水準の最適化だけでは、なかなかゴールに到達しない。したがって新たなシステム、サブシステム、およびそのサブシステムを構成する制御因子を新規に発想する必要があるわけです。考案する必要がある。つまり発想ですね。この部分が非常に重要になってくると。技術開発を
成功に導く原動力は、この3つのパートの因果関係を把握して、そこから学んで、技術情報を得て、その技術情報に基づいて発想していくと。そして新たなシステム、あるいは制御因子を考案していくと。この流れが技術開発の原動力と言えるわけですね。で、これ誤解がされることが多いんですが、品質工学ではメカニズムの解明はしないと言われることもありますけども、その意味はですね、不具合現象のメカニズムは無駄が多いので、その解明はやめましょうという意味なんですね。つまり、何らかの試作品を作ると必ず不具合が出ます。顕在化します。その不具合っていうのは結局のところ、様々なノイズ因子によって Y の値がばらつくと。このノイズ因子と Y の因果関係の把握。これが不具合メカニズムの解明ということになるわけですけども、ノイズ因子、様々あります。そして、N に対して例えば安定化すると O に対して不安定になってしまうとか、いわゆるトレードオフ関係のようなものが多くの場合存在しまして、モグラ叩きになってしまうっていう問題があります。だから、メカニズム解明、不具合メカニズムの解明はやめましょうねという意味なんですね。あと、不具合のメカニズムの解明いくらやっても、改善の方向性は見えてこないわけです。何しろ、Y の値も Y のばらつき量も変化してないわけですから。現状維持ですから。現状維持の中で不具合を見つける。その結果として不具合をなくすというアプローチにどうしても行きがちと。大きな改善効果は得られないというところに問題があります。したがって、ロバストパラメータ設計を実施すればですね、多くの制御因子の水準を変えますから、この Y の値、ないしその Y のばらつき量というのは必ず改善します。狙いの方向に改善していく。ゴールにはいかないにしてもですね。その改善メカニズムを把握していくというのが非常に重要になってくるわけです。それが丸2ですね。改善メカニズムを把握することによって、その発想の的確性が向上するわけです。新たな制御因子、新たなシステムを発想する的確性が向上する。そのためにロバストパラメータ設計を使っていきましょうということですね。前回もですね、ロバストパラメータ設計、を使った仕組みについてお話ししましたけども、今回はそのロバストパラメータ設計の位置づけをですね、この3つの技術開発のパートとの関連性で説明をいたしました。はい。今回は以上になります。皆さんご清聴ありがとうございました。